今日なんですけれども、直打法、直打法、ナイフでいうところのノースピン、これについてちょっと、質問があったので改めて簡単に解説させていただきます。直打法、直打法、それからノースピン、これ全部同じものなんですけれど、ノースピンっていうとスピンをしないって意味なんですね。ナイフ投げでノースピンって言います。要は半回転はハーフスピン、回転打法のことをフルスピンって呼ぶんですけれども、この回転をさせない。ただ回転をさせないっていうと語弊がありまして、実際には手から離れた直後は90度、実際のことを言うともうちょっと後ろ寄りだったり前傾で発射されたり、その人の手によって違いますが、結局は90度ぐらいの発射をしたものが的に当たるまでに90度倒れる。これは変わらないんですね。繰り返しお伝えしてます。近い距離でも長い距離でも必ず90度倒れます。でこの距離が伸びていってもこの距離が伸びるだけなんですね。つまりいきなりこう発射して水平に飛んで刺さっているわけではなくて、必ず90度、4分の1倒れます。これがですね、直打法、直打法、いろんな言い方ありますけれども、手裏剣の基本、棒手裏剣の基本です。つまりどんなものでも必ずこの回転はかかるんですね。もうこれは回転と言っていいと私は思ってます。以前話したと思うんですけれども、人間の手がボガンみたいに発射したとしたら、ダーツ投げなんかはそうかもしれない。こう発射をしたらもしかしたらもっと、飛ぶ可能性はありますし、さらに威力は上がるのかもしれない。ですがどうしても90度で発射したものが倒れる、この間が必ず存在しなければいけない。必ず存在する。なので実はこれって抵抗であったりもします。抵抗というのかな、必ず変化球になるので、力のロスっていうのがやっぱり多少なりともここに生まれてしまいます。なので実はこの威力を上げようと思った時に強く腕を振ってもいいんですけれども、やっぱりこの回転を上手に使ってあげた方が手裏剣の威力は上がると私は思ってます。近くても距離が変わっても必ず4分の1倒れます。で、正確に言うと倒れきらなくても刺さります。今ここに的があります。ここに刺さるものだと思ってください。垂直になれば当然刺さりますが、垂直以外にもこう倒れているので45度ぐらいの角度でしたら十分刺さります。で倒れながら前に進んでますので推進力というのもあります。ですからこれぐらいの角度だったら前にも進むわけで当たらない刺さらないことがあります。逆に言えば45度よりちょっと下回った角度、40度、35度、40度ぐらいでしたらこの前に進んでいく力というのもあるのでちょっと上がります、お尻側が。なので実はこの刺さる範囲
というのは意外と広いんです。もちろん90度ちょっとぐらいでしたら落ちてしまってもこれぐらいの角度で刺さるっていうことももちろんあります。ただ実際お尻の状態を見るときにこの飛んでいく前に推進しているこの推進力っていうのも加わっているので、刺さった後ちょっと動いてるっていうことは、頭のどこかに入れておいていただけると面白いと思います。実際はある程度倒れていれば、45度ぐらいでしたら刺さると思いますから、この水平よりもちょっと下ぐらいの角度まで十分刺さってくれる。つまり意外とこの直打法直打法の刺さる範囲っていうのは非常に広いんですね。で意外とこの1メートル2メートルぐらい後ろぐらいからもうどこでも刺さるぐらいの姿勢になっていることが多いです。なので直打法で刺さらないということはそれ以上に大きいミスがあると思ってください。意外と慣れてしまえば刺さるものだと思っていただければ。この4分の1倒れるこのコントロールの仕方に関しても、調整だとか細かい調整がありますなんて話もしましたけれども、ある程度意外とこのセーフティーゾーンっていうのが長いので、そこまで細かい調整をしなくてもある程度は刺さってくれます。私も手裏剣を始めたばかりの頃はこの調整の仕方これがすごく悩んでしまったこともあるんですね。手をどう変えようとか。でも意外と先ほども話したように直打法直打法が刺さるこのセーフティーゾーンっていうのは広い。そう考えて、そして手裏剣っていうのは棒状の物体は必ず倒れるもの。先日からお話ししている通りなんですけれども、この手首を使わない、なるべくスナップを使わない、こういう打ち方は非常に有効です。その時にもやはり先ほど話したように、やっぱり手裏剣というのは日本の武道なんでしょうかね。お腹の力が割と重要かなと私は思ってます。つまり手だけで打つよりもこの持ち上げた重さをお腹で感じて打ちたい。そうするとぐっと安定してくると思います。手で操作しないでくださいね。もうここから一直線にまっすぐ発射しているように見える打ち方。実際ねこれもこうは発射してないんですけれども、そう見えるだけです。というわけで今日はこの直打法について直打法について改めて簡単なご説明をさせていただきました。やっぱりねこの知ってる人にとっては当たり前、4分の1回転してます、4分の1倒れてますっていうのは知ってる人にとっては当たり前なんですけれども、知らない人、これから興味を持ったばかりの人、これから勉強していきたい人にとってはやはりこういったことってのも時々繰り返しお話をさせていただこうかなと思います。一度ね知ってしまえばもうごく当たり前、そんなものと思っていただければ構わないです。ただね実際にこれがいかに距離を伸ばすかっていうことを考えた時に
これがねすごく面白い変化になってくるんですね。この距離を伸ばしていくか、それともこの当然 A 運動になってきますので、こう伸ばすかこう伸ばすか、できれば直線距離伸ばしたいななんていう方もいらっしゃると思います。割とね同じような動きでも個性が出ます。飛び方、この手裏剣の飛び方、一人一人ね違う、微妙にですけれどもね違うところがありますので、もしよかったら手裏剣の動画とかを見る機会がありましたら、その手裏剣の飛ぶ軌道なんかもちょっと見てみると個性があって面白いと思います。というわけで今日は簡単に直打法の解説させていただきました。もし何か気になるようなことあれば、また気軽にコメント欄の方に書き込んでください。できる限りの対応させていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今日の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。